これでわかるアリアドネ。アリアドネの糸という言葉がありますね。これはとても難しい状況から抜け出す際の道しるべとなるものの例えです。この言葉はギリシャ神話から来ています。こんなお話です。クレタとの戦いに敗れたアテネは、クレタに代償として毎年若い男女7人を送らなければなりませんでした。送られた人たちはミノタウロスという怪物の生贄になります。アテネの王子テセウスがその状況に我慢できず、僕が倒しますと名乗り出ました。生贄の一人になり、ミノタウロスのいる迷宮ラビリントスに入ります。するとクレタの王女アリアドネがテセウスに一目惚れしてしまいます。アリアドネは彼を救うために迷宮ラビリントスを設計した建築家ダイダロスに会いに行きました。でも迷宮の設計図は王の命令で焼き捨ててしまっていて、しかも複雑すぎて作った本人にもわからないとのことでした。そこでダイダロスが提案します。毛糸玉を渡してみては。アリアドネはテセウスにこっそり会いに行き、毛糸玉を渡しました。橋の入り口のところに結びつけておけば迷わずに帰ってこられます。なぜクレタの王女のあなたがこんなことをしてくれるんですか？それはあなたのことが。無事に戻ってきたら私を連れてこの国から逃げてくれませんか？このことが知られたら私もここにいられなくなるし。テセウスは約束しました。そして無事ミノタウロスを退治し、毛糸をたどりながら他の若者たちを連れて脱出成功。それを知ったアテネのミノス王は激怒。腹いせに毛糸を渡したダイダロスとその息子イカロスを迷宮ラビリントスに閉じ込めてしまいます。このお二人のお話はまた別の機会に。テセウスとアリアドネはアテネに向かう途中、ナクソス島に立ち寄りました。この島の神は酒と陶水の神ディオニソス。バッカスという名前の方が知られているかと思いますので、ここではバッカスと呼びます。この神、なかなか強烈な個性を持っています。よかったらこちらの動画もご覧ください。そのバッカスはアリアドネに一目惚れします。その夜バッカスは宴会を開き、二人を招待しました。次の日の朝、アリアドネが目を覚ますと、そこにテセウスはいませんでした。テセウスはアリアドネを置いて一人でアテネに帰ってしまったのです。なぜでしょう。これはいろいろな説があって、バッカスは神だから彼がアリアドネを気に入ってしまったなら諦めるしかないと思ったからとか、女神アテネが夢枕に立ってアリアドネを置いていけと言ったとか、アリアドネは敵国のクレタの王女なのでアテネに連れて帰るとまずいと思ったとか。いずれにしてもテセウスはアリアドネほど気持ちはなかったからということでしょうか。テセウスはアテネを出る前にアテネ王の父にこう言っていました。帰ってくるとき白い帆をあげていたら無事ミノタウルスを退治したという印。もし黒い帆のままだったら僕はもう死んでいるということです。と。出かけるときは黒い帆で出かけています。そして無事退治が終わってほっとしたからか、その約束をすっかり忘れて白い帆に変えずに戻ってしまいました。息子の帰還を楽しみにしていた王はその黒い帆を見た途端落胆して海に身を投げてしまいました。そしてテセウスはすぐアテネの王になります。さて、置いてけぼりにされたアリアドネ。そのままクレタにいれば王女として問題なく暮らせたところ、それを捨ててまでテセウスを救ったのに。沈んでいるアリアドネをバッカスは慰め、二人は結婚しました。バッカスはお酒の力を使ったのでしょうか。これは神話なのですが、20世紀になってクレタ島にクノックス神殿という迷路のような回路を持つ場所が見つかったとか。では最後にアリアドネのお話に出てくる絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。